スパイのバサラカ11月15日放送分のアイドリングトークです。本編の収録準備ができるまでお付き合いよろしくお願いします。メールいただいてます。ラジオネームミュウツーさん。ありがとうございます。健太さん、洋介くん、こんばんは。こんばんは。以前兄にディオールの何かが届いたというメッセージを送らせていただいてます。あったね。はいはい。お二人の考えを聞き、確かに自分用の香水もあり得るかもと少し納得しました。本人に直接聞いてみることを提案していただき、私もそうしたいところなのですが、ここで悩みが。私と兄は仲が良くないのです、一緒に住んでいてもほとんど言葉は交わさないし、交わしたとしても朝の洗面所で鉢合わせた時の、あ、ごめんや稀に出るありがとうぐらいです、今年の夏に家族で旅行に行った際も一言も話しませんでした、私的には話すこともないし別に話したくもないという感じです、ですが周りの友達はみんな兄弟の仲が良く一緒にライブに行っている子もいて少し羨ましいです、どうすれば仲を深められるでしょうか。お二人に兄弟がいらっしゃいましたらどのような話をしているのか参考にさせてください。なるほどね。なるほどね。陽介は姉ちゃんでね、で俺は妹がいる状態、でもこれ別に仲が良くないわけでもないんじゃないかな。いやもう仲悪いってさ、そもそも旅行に行けないじゃん多分。リアムとノエルみたいなことを仲が悪いっていう、仲悪いもうずっと喧嘩してライブ飛ばしてみたいなあれを仲が悪いっていうわけだから、まあ普通っちゃ普通だよ多分。そんな喋ることもないだろうし、一緒にライブ行ったりする人もいるかもしれないが、それはね、おのおの家庭環境によってさ、なんかコミュニケーションも多分違うだろうし。そうね、まあ普通だろうな。まあ、別に無理にね、そのあの香水何とか聞き出したらもしかしたら仲悪くなるかもしれないから、逆にねそんな今までさそういう関係値があって、いじるみたいなことが、それはあれだね、普通だったらあれじゃん。聞けなくて、あれだね、探っちゃうね。あんま聞かなくてもいいかなと思うし、いやどうなんだろうね。聞きたいんだったらまず何かで、そのお兄ちゃんをいじるっていう軽くいじるみたいな多分最初からこういかないと、一から確かに、なんか家族でそれこそね旅行に行くぐらい団らんってことはさ、食事中に話もするわけじゃない。まあだからなんかその時の話題でなんかブランド物の話題が出た時にちょっといじるとかね。ちょっと早くない？もうだってもうゴールに行くわけでしょ。じゃなくてなんかさ、そのご飯行って、焼肉だったとしましょう。で、タンの食べ方が違うとするじゃん。自分はレモンだけで食べる、でお兄ちゃんはネギもつけるみたいな、そういう違いをさまずはいじるっていうかさ、その共有していくとこからじゃない。それ仲悪くなりそうじゃない？そう悪くだよ、いちいちお前人のあれ何癖つけやがってみたいな。もうそれ言ったら多分もうどれもそうだよただこう本命に行き着くまでにだから1年ぐらいかかるよ。だから多分本命に行こうと思って。それはどっちなの？それこのディオールの正体を知ることが目的なのか、仲を良くするのが目的なのか。最終目的は仲を良くすることでしょ。仲を良くするっていうよりも、よりこうコミュニケーションの多い兄弟になるためにはみたいなことじゃん。でもこれさ、お兄ちゃんがその気がなかったらまず無理だから、お兄ちゃんは今の関係がすごいこうなんていうのフラットで、なんだろう、居場所として気持ちがいいって思ってるんだったら、まあ別にそんな話さなくてもいいと思うし、でミュウツーさんもさ、まあ別に話すこともないし、ないって感じだよね。だったらまあいいっちゃいいんじゃない。で年齢重ねるとそこがこうなんていうの、もっと寛容になっていくから普通は、だしコミュニケーション取らないといけない場面が増えてくるしね。だからまあ徐々にそうなってくんじゃないかな。俺もなんか割とそうだったな別に、昔は仲悪かったもん。ノエルリアムぐらいってこと？普通に喧嘩するみたいな。喧嘩してた。喧嘩してたっていうか、6個上なのよ。いや6個か。そう結構差があるね。そうなるとだからいろいろやられてた。それで嫌いだった今はそんなの全くないけど、まあでもそうよね、普通は。でやっぱ上が男だとなんかこうこっぱずかしい感覚みたいなのもあるだろうし、
それが多分30とかさ、になってくると、また変わってくると思うから、いいんじゃないの？もう今はこれでいいんじゃない？で10年後ぐらいに、ディオールさってミュウツーさんが覚えてなきゃいけないっていうのが一個ある。いやでもここまであれは何だったんだって思ったんだったら、ね、多分10年後覚えてるよ。ただ逆にお兄ちゃんが忘れてる可能性ある。何それみたいになるよね。それみたいなディオールみたいな。確かに。でそこまで待ってもいいかもなと思うな。まあなんかやっぱね、言うても家族だから、なんか無理してなんかそうやってねあれしようとすると逆に居心地が悪くなって、ね、そうまた変な喧嘩になってしまう可能性もあるからね、無理せずいいんじゃない？その肩肘張らずの今の状態で考えないことね、もうリオールは10年後聞こう忘れよう10年後忘れちゃダメなのか。忘れちゃダメ。片隅に置いとく。片隅に置いとこう。そうだね。そう今が多分一番お兄ちゃん的にも多分ミュウツーさんが思ってる子と仲を深めたいなって思ってるんだったらこれは時間がかかる多分、ちょっと、まあでも時間がね、大人になったらミュウツーさんこのね10代の方って書いてあるけど、時間が経てば大体は兄弟は話すから。そういや本当に仲悪いのって俺のいとこいるんだけど、俺のいとこはね30上のお兄ちゃんが多分40いくつか45、6、で下が俺と同い年だから40か、でも下がいるんだけどもう一個、本当に仲悪いからねなんかね昔からその節はあったのよ。別に仲悪くはないんだけど、なんていうのその兄弟間の感じがちょっとピリッとしてるっていうか、どっかで弾けてもおかしくないなみたいな緊張感があったから、なんかリアム・ノエルみたいなあみたいなのがこうね何年かに一度来るわけよ。でも本当になんか仲が悪いなっていう人はそうなるだろうし、そうね、でもそういう人たちでもまたこう仲良くなる期間があるから、やっぱり家族だからねいいんじゃないですか。こうゆっくり10年後ディオールの正体を聞いてみるっていう、そうね、あんまり深く考えすぎず、ゆっくりもうライトに笑い話になるぐらいの感覚でいいんじゃないでしょうか。それでいいと思います、ということで本編収録準備ができたのでアイドリングトークはここまでです、本編は毎週土曜深夜1時から FM 福岡で何今のどのタイミングで笑ってんの徐々に来た何それと。いや何か言おうとしたけど何も思いつかなかったです。本編は毎週土曜深夜1時から FM 福岡で放送中です、ぜひ聞いてください。それでは本編の収録いってきます。